はいどうも皆さんこんにちは。スターディの方のゲントです。大学入試の実況プレイやっていこうと思います。今回は一橋の2020年数学の問題実況プレイしていきます。一橋といえばね、文系のね、国立大学の中では名門中の名門なんですけど、一橋結構知られてないっちゃ知られてなくて、もう本当にね、名門なので、知らない方でもう偏差値調べてください。もうそしたらね、びっくりしてひっくり返ると思うので、そんな名門の一橋大学、何が面白いかって、実はね、文系の学部しかないんですけど、数学の問題が非常にね、面白いものが多いので、今回もね、楽しんでやっていこうと思います。はい、それでは実況プレイしていきます。半径1の円周上に3点 ABC がある。内積 AB と AC ベクトルの最大値と最小値を求めよう。ね、めっちゃシンプルな問題ですね。こういうシンプルな問題僕結構好きなんですよ。なんかね、ワクワクするというか。半径1の円周上に ABC があって、で、内積 AB ベクトルと AC ベクトルの内積を求めよう。最大値と最小値か。これね、3つ動くのだるいわけだから、どれか1つね、固定できますね。A を固定できる。てか、なんなら、B と C も固定でき、ちょっと待ってよ。最大値と最小値。だから、どういう場合、ね、内積って、図形的意味として、こうやって垂線をね、下ろしたやつの、この長さの積になってるっていうのはもう、ね、意味として、わかんない方はぜひ勉強してほしいんですけど、そこから考えていくとうまくいきそうだよね。最大値。最大値はあれだよね。どっちも直径になってる時だよね。どっちも直径になってる時。要は2。一応証明書くとしたら答案で書くことを想定すると AB と AC っていうのはの内積は AB と AC の大きさの、よりも小さい。で、これはどっちも 2×2 より小さくて4と。で、これ統合成立条件として AB ベクトル、AC ベクトルともに直径だよっていうふうに言えて、これが最大値っていうふうに言えると。統合の成立を言わなきゃいけない。以下略、フェーと。ということで、最大値は4っていうのはすぐ分かるね。じゃあ最小値はって、最小値はすぐ分かるのかな？分からなさそうだから、意味的に考えていこうって感じかな。A を固定する。で、B を、だから B と C がどっちも動くと嫌だから、一文字固定と一緒だよね。結局2つ以上動いたら、片方固定して、A、B 固定して、その時の最小値を求めていくっていうのはもう鉄板中の鉄板。その時に、これか、AB 上にこの AC ベクトルっていうものを垂線を下ろしていくわけだから、この時に、ここが、C がここにある時に最小となるのかな。要は AC ベクトルの試合がここに移るわけだからね。AB ベクトルの真反対でゴンとなるべく伸びてほしいって考えたら、ここがね、AB ベクトルと、AB と垂線、円がこう接してるってことか。だからこの円の中心を置くと、ここが1になっていて、ここが1ってことだよね。ここ長方形になっているっていう条件であればいいってことかな。すなわち、だから AB の固定をちょっと見やすくしよう。AB の固定をこういうふうに考えて AB と。そうすると C がどこにあればいいかというと、でここだよね。ここ。C がここにあるときが一番、いいわけだから、これはもうできそうだね。その時の最小、AB と AC の内積っていうのは、ここかけるここ。長さの積の負マイナス1倍って感じかな。そうすると、あとは何を考えていけばいいかというと、ここの部分の、AB と AC、パラメータ C と θ をここ置いちゃうと、ここ1だから、sinθ だよね。で、ここの部分が、1-sinθ なのか。もうできそうだね。1-sinθ、sinθ。で、ここが sinθ だから、AB と AC の内積っていうのは 2sinθ。2sinθ かける 1-sinθ のマイナス1倍のね。向きが逆だから。これの、最小値を求めればよくて、θ は0から、2分の π かな動くと。だね。2分の π まで動くと。
ということで、これの最小値を求めればいいわけだから、もう簡単。2サイン2乗シータ、引く2サインシータ。平方完成すればいいわけでね。引く2分の1の2乗引く2分の 1。4分の1。なんと、引く2分の1。そう。で、だからサインシータが2分の1の時。最小値、マイナス2分の1。ファイナルアンサー、こんな感じかな。一応ね、妥当性チェックなんだけど、サインシータが2分の1っていうのは、シータが30度の時。っていうことは、ここが AB が正三角形みたいな感じ。こうなってる時か。で、この時に、ここかけるここが一番大きくなるよって感じか。まあなんか、妥当っちゃ妥当かなって気はするね。その時、1かけるマイナス2分の1でいいのかな、ここも。OK。まあ、合ってると思われるので、回答チェックしていきます。最大値が4で、最小値がマイナス2分の1。はい、一橋。よいしょ。ね、問題は開いてあって、回答。最大値4で最小値マイナス2分の1。はい。無事、正解できました。イエーイ。ということで、今回の問題のね、感想なんですけど、やっぱりシンプルな問題がゆえの難しさっていうのはありますよね。で、まあ、最大値の方はもう図形的に見て明らかで、内積のね、こういう図形的意味って、こういうシンプルな問題であればあるほど生きてくるなっていうふうに思いますね。この AB と AC、こう遮影した時のここの長さの積とかですよね。で、それを考えると、うまくいきそうで、かつ、あれだね、最小値。そうだね、最小値を求めるときに、しっかりと一文字固定をしてあげる。2つ動くの嫌だから、一文字っていうのは B ってことね。固定してあげて、いい感じに C のね、最小となる部分を求めてあげて、あとパラメータを置いて、ただ計算する。っていう感じ。流れとしてはやってることはね、言われてみたら簡単だと思うんですけど、それをいかにできるか、自分の中でちゃんとね、3つ動いてる、ちゃんと固定していかなきゃなっていうことを考えていくっていうね、超いい問題。っていうかね、もう本当に一橋大学ね、いい問題めっちゃ多いんですよ。もうね、これ多分1問だけでやったんですけど、他の問題もね、たくさんいい問題眠ってると思いますし、他の年度もね、もういい問題眠ってる。もうだから参考書とか一橋大学でたくさん見ますよね。一橋大学の問題です出典。それはもういい問題だからなんですよ。ということで、他にもこの入試、実況プレイしてほしいよっていうのがありましたら、ぜひコメント欄、あと、Twitter やインスタの DM とかに送ってもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。